Big Love リオです。サイケデリックスとスピリチュアルをつなぐっていうコンセプトで、2022年の日本にサイケデリック作用のある植物の素晴らしさと、意識を変容させて人生を豊かにしていくというコンセプトでシャーマン活動をしております。今回は恒例の人気企画、やってみたっていうことで、南米アマゾンのヤマナワ族が儀礼で使用するハーブ、ハペ。こちらの粉末のもの、鼻から吸引するんですけど、こちらを実際にやってみたいと思います。このハペかなりマイナーだと思うんですよね。サイケに興味ある人でもなかなかこのハペまで知ってる人は少ない。シャーマニックな世界だったりスピリチュアルな世界に関心が深い人しかこのハペって知らないんじゃないかなと。で、当然なんですけど、法の規制の対象にはなっていないものです。違法なことを推奨するチャンネルではありません。で、これサイケデリックスではないんですよね。ヤマナワ族が使う鍵タバコで、ダウナーっていう表現はなんかハードドラッグっぽい感じがしてあんまり好きじゃないんですけど、分類するならばダウナー的な部類なのかなと。一発で深い瞑想の境地に入るハーブです。左脳の動きが止まって右脳優位になるような感覚。未来のこととか先の予定あんまり考えられなくなります。今ここだけに集中するような感覚。ネガティブな思考にも絶大な効果を発揮する。ネガティブシンキング止まるんですね。否定的な考え方や未来への不安っていうのは全て左脳が作り出している幻想なんです。右脳と左脳の話は以前の動画で解説してるんで、よかったらまだ見てない人どうぞ。簡単に言うと、右脳は今ここにあるものしか認識することはできず、左脳が言葉だったり未来だったり過去だったり、今ここにないものをロジカルに作り出して認識していくのが左脳の役割。だから今ここにだけ、本気で今ここにあるものだけに集中することができたらば、不安もネガティブな思考も静かに消えていくんです。瞑想の深い境地に入っていくことができれば、誰でも今ここにあるとっても静かな深い愛を感じることはできるんですけど、なかなかそこまで独学で瞑想でいけるって人は少ないと思うんです。で、このハペを使うことによって瞑想の深い境地にとっても入りやすくなると。一回ハペを経験することによって瞑想の深いところに入った体験を記憶しているから、次にシラフで瞑想する時もハペの感覚を思い出して深く瞑想に入りやすくすることができる。これは全てのサイケデリクスに言えることなんですけども、アヤワスカやマッシュルームってのは一回やるだけで、サイケデリクスは一回やるだけで脳のつながっていないシナプスをつなげる作用があるので、その後の日常生活でもストレスが少なくなって、インスピレーション、ひらめき力バンバン思いつくようになって、現実がちょっとずついい方向に好転していくってことはよーくある話なんです。で、このハペ注意点としていくつかあるんですけど、まずはむちゃくちゃ痛いですよって話。もう鼻の奥が焼けるように痛くなる。俺は初めてやった時、激痛でのたうち回って最終的には吐きました。これも量を調節すればいいんですけども、俺は最初かなりの量いったんで、少量から少しずつ試していくことによってこの激痛はだいぶ抑えることはできます。当然運転してる時にやったりしたら絶対ダメだし、外で面白半分にやるものでもないです。毎回言ってるけど、セットとセッティング、静かで落ち着いた心の状態と環境、この2つはトリップするときにとっても大事です。で、人によって吐く人もいるので、吐ける環境、トイレ近いとか洗面器用意しておくとかってのは必要です。吐くってのも悪いことじゃなくて、これも Amazon のシャーマニズム的に言うと、吐くってのは自分の中にあるネガティブな想念をゲロとして外に出すっていう浄化の儀礼なんです。あと涙と鼻水がいっぱい出てくるんで、ティッシュは用意しておいた方がいいですよってことと、あと鼻から入れるんで、その後1日鼻かんだ時茶色いの出てきますよってこと。それでは早速やっていく。切った曲がるストローを用意します。本当はクリベっていう竹でできたやつがかっこいいんですけども、今回は簡単にストローで自分の息で鼻に吹き込むんで、こんな感じにして、でここにスッて鼻腔の奥に自分の息で入れる感じですね。ほんの豆粒ぐらい入れてマイクロドーズ的に体験することはできますけど、今回はせっかくなんで結構がっつり深いとこまで行きたいと思います。こんくらいちょっとピントが合わないんだけども、米粒2個半から3個分って感じですね。で、ハート、サードアイっていう風にお祈りをして、右、左っていう風にハペを吹き込んでいきます。まずハートチャクラにチューニングを合わせて祈りを捧げます。次にサードアイ、第6チャクラにチューニングを合わせて、
祈りを捧げます。ハペの精霊に感謝を捧げるイメージで、そうしましたら早速吹き込んで、一気にスッと吹き込んでいきたいと思います。ではいきます。やっぱ強烈ですね。次は左もいきます。結構今鼻腔がこうガーってやっぱり焼けるように熱くて、自然と涙が出てきますね。でもこの時点でもう一発ですごく内観的になってる。自然と体の内側の流れにフォーカスすることができるっていう状態です。時刻は5時55分。まだいけそうなんで、もう一回行こうと思います。鼻腔から直接脳にじわーってハペが広がっていって、後頭部が徐々に柔らかくしびれてリラックスしているのを感じます。で、鼻と口、当たり前のようにつながってるんで、口の中に流れてきたハペは結構まずいんで、ティッシュにそっと唾とともに出してください。音の聞こえ方聞いてみたいと思います。
THC がハイになる感じ、気分がこう高揚してアッパーになるような感じと比べたらかなり無ですね。快も不快もない超ニュートラルなど真ん中のすごい静かな状態に入ったっていう感じで、音楽もアッパーでビートのある曲よりもメディテイティブでアンビエントな空間的な広がりがある曲の方が相性がいいかなっていう。これまあ著作権フリーなんで俺の曲かけてるんですけど、多分ブライアン・イーノとか YouTube でよくある瞑想用のヒーリングミュージックみたいなやつもぴったり合うと思います。時刻は6時10分15分ぐらい経ったんですかね。ここからさらに気がガーンって上がるってこととかはなくて、こうふってこう吹いて鼻に入った直後がやっぱ一番ピークですね。だからまあ時間としてはすごく短い、長くて1時間ぐらい、短くて2、30分で元の状態にはだいぶ戻ってくるんで、仕事が忙しい方が家に帰ってからちょっとスイッチを振りたいっていう、右の優位にしたいっていう時にスッとやって一日のストレスをデトックスするみたいな使い方がいいのかなっていう感じ。ひとえにハペといってもいろんなハペがあって、例えばラベンダーとミックスされたハペっていうのはリラックス効果が強くて、でローズマリーとミックスされたハペは意識がクリアになってエネルギッシュな感じになって、今回はラベンダーと混ぜたハペを使ってます。やっぱラベンダーってこう癒しだったり、なんかこうなんだろうな、ゆったりとしたチルなハーブっていうイメージがすごく、寝る前とかにアロマで嗅ぐようなイメージがあって、でまあやっぱそういう感じですよね。こう穏やかにスーッとこう静かになるみたいな、とにかくクリアな状態、頭がこうさえ渡って思考が回るとかってないんですよ。あんまり考え事をしたりするのには向いてないのかもしれない。左脳を止めて今ここにある豊かさに帰っていくような感覚、自分の体の中に本来あった静かさが蘇ってくるような感覚。瞑想が苦手っていう方とか、やり方わからないって方のためにすごく簡単な瞑想のやり方をお教えすると、鼻でゆっくり時間をかけて吐いて、でまた鼻でゆっくり時間をかけて吸っていくっていう、音を立てないのがコツなんですよ。こうってやるんじゃなくて、スーッと例えば30秒ぐらいかけてゆっくり吐いて、静かに息が鼻から出ていって、で同じぐらいゆっくり時間をかけて吸うっていう。あとはこの繰り返しです。静かに呼吸にフォーカスしていくっていう。ちょっと座ってるのがしんどくなってきたんで横になろうと思います。はい、今16時17分ぐらい、20分ちょっと経ったって感じですね。本当にマインドフルっていう感じ。マインドフル、マインドフルネス瞑想みたいな感じで、カタカナでもマインドフルってもう日本語になってますけど、すげえいい言葉だなって思うんですよね。マインドフルって、マインドは心で、フルってフル、いっぱい満たされてるみたいな。マインドフル、心が満たされてるってどういう状態かっていうと、どうしても普段現代人左脳ばっかり使って、スマホから入ってくる情報だったり、電車に乗れば広告ですよね、文字、意味、左脳ばっかりこう刺激するものに世の中溢れ返ってて、外にばっかり意識が向いちゃって、なかなか自分の心に返ってくる機会って普通に生きてたらなくなっちゃってるのが現代なのかなって思うんですけど、このハペによって強制的に左脳が止まるというか、穏やかになってあんまり考えられなくなって、内
内側の感覚に浸ることによって勝手にこうニュートラルな空っぽな状態、ニュートラルで空っぽな状態になるから、感覚的ないいエネルギーがふつふつと込み上げてきて、内側から満たされてくるっていう感覚。自分で自分を満たすっていうより、もともと存在とはすごく満たされているもの。生きているだけで、存在しているだけでとっても幸せな状態なんだよっていう境地に返してくれる。外側の刺激を追い求めて、他の誰かで自分を満たそうとしたり、他の何かで自分を満たすことにばかり執着してしまうと、やっぱどこか虚しいままなんですよ。こう取ってつけたような満たされ方ばっかりしちゃって、その時はなんかこう満たされた感じがするけど、でも心は寂しいままで。だから自分で自分の心を満たすっていう瞑想だったりヨガだったり、ほんとそういう境地なんですよ。で、なかなか瞑想でこういう境地に入っていけないっていう方、ハッペすごくおすすめです。瞑想のとっても優秀な補助輪みたいな感覚、瞑想でこうインナーにドライブしていく感覚を、このハペのエフェクトによって教えてくれる。今もうすぐ35分ですかね。ちょっと似てるなーっていうのは、イボガの回。イボガもすごくマインドフルになって心地よくなったんですけど、それよりはもっとシラフに近い感覚なんですよね。シラフなんだけれども、超右脳優位っていうか、思考とか未来への不安みたいな、そういったように絶対いかないんですよね。先のことを今考えられないっていうか、ことなくこう脳が柔らかく痺れてる感覚がありますね。目を開けているより目をつぶっていた方が楽で、さっき俺横になって自分の胸に手を当てて瞑想してたんですよ。以前ハートの瞑想っていうのを俺上げてるんですけど、この胸に手を当てて柔らかく呼吸していくことによって自分の胸を自分で癒すことができる。胸ってのはハートで、つまり魂なんですよ。魂の癒し方、簡単に魂を癒す方法。手をここに当てて、で深く鼻でゆっくり呼吸する。でこの時に吸う息で胸を持ち上げて、吐く息でゆっくり胸を床に下ろしていく。吸う息で上に持ち上げて、吐く息で胸を下ろしていく。内側から深くハートが満たされて、柔らかくハートがほぐれていく感覚。俺たちの体って、体と脳みそってもう長らく進化してないんですよ。自然と共存して生きていた頃の我々の祖先の脳みそと我々現代人の脳みそって構造的にはさほど変わってないっていう風に言われてて、脳の進化の速さと技術の進化の速さ、スマートフォンとかパソコンだったり全然比例してないんですよ。脳は全然進化しないまま文明だけ、技術だけバーンって急激に栄えてるから、誰しも生きているだけである程度左脳的に思考することは強要されるし、俺はもうハッピーに気持ちよく現実をサーフィンしていこうっていうコンセプトでやってるんですけども、だけどやっぱり生きていく、現代社会で生きていくストレス、苦しみってあるよねって話で、だからこそ今だからこそもうこれからどんどんテクノロジーっていうのは進化していく一方じゃないですか。その中でそのバーってこう急速に発展していくスピードに飲まれないように、ちゃんと自分の心を満たしながらうまく現実と付き合っていくっていう、そのためにもやっぱりハートに抱えているストレスだったり痛みだったりちゃんと浄化してあげて自分を満たしてあげる時間ってのは誰しも大切なのが風の時代なんじゃないかなと思います。時刻は6時35分です。計算がパッとできなかった。40分か。40分経ってもまだ効いてます。ほわーんとした感覚。この調子でいくと多分1時間以上、1時間から2時間以上は
こんな状態なのかなって感じです。ハペの良さ十分伝えられたんじゃないかなと思うので、今回はこんな感じで終わりたいと思います。大麻だったりね、そのマジックマッシュルームだったり違法なもの、おかしいよねっていう、解禁してストレスある人が摂取したり芸術家が摂取してインスピレーションを高めた方が人類にとって宇宙にとっての財産になるじゃんっていうのは当然発信してるんですけど、でもすでに法に触れないものでこうやって心を豊かにすることができる薬草ってのはいっぱいあって、だからもういろんな薬草と変性意識の素晴らしさを発信していこうと思いますって感じで、最後に恒例のビッグラブをお送りして終わりたいと思います。すごいマインドフルになってるからエネルギーの感覚に集中しやすいです。手をこすって深く息を吐いて近づけて吸って手を離して吐いて、画面の向こう側の皆さんも一緒にエネルギーを循環させていきましょう。ではいきます。Big Love。 画面を通り抜けて皆さんのハートに穏やかさと満たされた魂の豊かさが届きますように。 Love。 はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you guys for next。 またねー。 Baby, kiss me like you